にちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはフランシス・ホジソン・バーネットによる珠玉の物語、秘密の花園です。この作品は1世紀以上もの間世界中の人々に読み継がれてきました。そして多くの言語に翻訳され、今なお愛され続けている不朽の名作です。1991年には日本でアニメ「秘密の花園」として放映されました。また1993年や2020年など繰り返し映画化もされています。時代や文化を超えて多くの人々に多様な感動を与え続けているのです。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている魂の再生や心の奥底からの癒しといったテーマを静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出した作者と作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者フランシス・ホジソン・バーネットは激動の人生を送った作家です。彼女の人生そのものがまるで光と影が織りなす一つの物語のようでした。1849年、イギリスの裕福な商人の家に生まれたバーネット。しかしわずか3歳で父を亡くし、一家は困窮に見舞われます。その境遇は後に彼女が描く小公女のセーラを彷彿とさせます。16歳の時、一家はアメリカへ移住しますが、生活は苦しいままでした。彼女は家計を助けるため若くして物語を書き、作家活動を始めます。やがてその才能は開花し、小公子などの大ヒットで名声を得ました。しかしその栄光の裏で彼女は深い悲しみを経験します。最愛の長男ライオネルを15歳という若さで亡くしたのです。この出来事は彼女の心に大きな影を落としました。ですがバーネットはその悲しみを乗り越えようとします。晩年彼女は自身の庭で土を耕し、植物を育てることに没頭しました。自然との触れ合いの中に魂の癒しと再生の力を見出したのです。また思考が心身に影響を与えるというニューソート思想にも関心を寄せました。秘密の花園は彼女自身の魂の再生の物語でもあったのでしょう。1911年に秘密の花園は出版されました。その頃世界はビクトリア女王の時代が終わりを告げ、新たな時代を迎えていました。エドワード朝の華やかさの中、社会は静かな変化の兆しをはらんでいたのです。イギリスでは階級社会が根強く残り、子供たちは厳格なしつけの下で育ちました。インドで生まれ育った主人公メアリーの設定は広大な大英帝国の姿を映しています。そんな時代に子供自身の力による心の解放と成長を描いた本作は画期的でした。人々は間近に迫る第一次世界大戦の足音をまだ知らず、束の間の平和にありました。だからこそこの物語が示す癒しと希望を求めていたのかもしれません。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ること、そうすることで物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよ秘密の花園の物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、心を閉ざした少女と病にとらわれた少年が出会う場所。それは忘れ去られた庭であり、
自分自身を再生させる魔法の世界です。それでは主人公メアリーが見つける希望の光に、私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。序章。インドの孤独とコレラの影。天の弱なメアリー。インドの焼けつくような熱波の中、メアリー・レノックスは天の弱なメアリーお嬢様と呼ばれていました。彼女の両親は自らの享楽にふけることに忙しく、メアリーの存在にはほとんど関心を払いませんでした。そのため世話は現地の乳母や召使いたちに一任され、結果として彼女は甘やかされ、わがまま放題に育ったのです。誰からも真に愛されることなく、また誰にも心を寄せようとしない少女の顔は気味がかり、その瞳からは子供らしい無垢な光が失われていました。ある日、突如としてコレラが猛威を振るい、両親をはじめ屋敷の人々が次々と命を落としました。たった一人取り残され孤児となったメアリー。その時でさえ彼女の心に浮かんだのは深い悲しみというより、むしろ当惑と見捨てられたことへの漠然とした不快感でした。やがて彼女は英国のヨークシャーへ送られます。叔父であるアーチボルド・クレイブンの屋敷ミスルスウェイト層へ向かう戦場で、メアリーは鉛色の空と冷たい風に包まれました。それは彼女の未来を暗示するかのようでした。この広大で陰鬱な屋敷が自身の閉ざされた魂に劇的な変化をもたらすとは、この時の彼女は知る由もなかったのです。第一章。灰色の館とマーサの言葉。秘密の花園と遠い鳴き声。霧雨にけぶる広大なムーア、すなわち荒野の先にミスルスウェイト層は巨大な影のように佇んでいました。100もある部屋の多くは固く閉ざされ、館全体が重い沈黙に支配されています。召使い頭のミセス・メドロックは事務的な態度に終始し、メアリーの孤独は深まるばかりでした。しかしメイドとして使えることになったマーサ・ソワビーは違いました。彼女はヨークシャーなまりの飾り気のない言葉で臆することなくメアリーに話しかけます。マーサが語るムーアの広大さ、動物たちと心を通わせる弟ディコンの物語、そして何よりも10年もの間誰も足を踏み入れたことのない秘密の花園の噂は、メアリーのうちに眠っていたわずかな好奇心をかすかに刺激しました。マーサはまた遠くから聞こえてくる子供の泣き声についても口にしましたが、ミセス・メドロックはその話題を固く禁じたのです。あそこにはな、壁で囲まれた庭があるんだと。クレイブン奥様が亡くなってから旦那様が鍵をかけて誰も入れんようにしたんだとさ。マーサはそう語りました。広大な庭をあてもなくさまようメアリーの前に、ある日1羽のコマドリが現れます。その鮮やかな赤い胸は灰色の風景の中でひときわ目を引きました。コマドリはメアリーを誘うように飛び、ツタの絡まる古い壁の一点へと導きます。その鳥は庭師の老人ベンウェザースタッフと親しいようでした。メアリーの心にまだ見ぬ世界への小さな期待が静かに芽生え始めた瞬間でした。第2章。土に埋もれた鍵と開かずの扉。秘密への第一歩。コマドリの導きとベン老人の庭仕事の様子を観察することがメアリーの日常にささやかな目的を与えました。あの壁の向こうには一体何があるのだろうか。そんな思いが彼女の心を占めるようになります。ある時、コマドリがメアリーの足元で犬が掘ったばかりの土の山をつつき、ミミズを捕らえました。するとその掘り返された土の中から古びた鍵が覗いているのをメアリーは見つけたのです。それはまるで土の中から掘り起こされた遠い記憶のかけらのようでした。そして別の日、強い風が吹き荒れ、壁を覆っていた分厚いツタのカーテンが大きく揺れ動きました。その下に隠されていた小さな扉の取っ手が一瞬だけ姿を現したのです。震える手で鍵を差し込み回すと、錆びついた重い音を立てて扉はゆっくりと開きました。息を飲むメアリーの目に飛び込んできたのは、冬枯れのまま打ち捨てられ荒れ果ててはいるものの、確かにそこにある壁に囲まれた小さな世界でした。10年間もの沈黙を破り、再び光を浴びることを待ち望んでいた忘れられた庭。
その瞬間、メアリーの心にも何かが開かれる確かな予感がしました。第3章、ムーアの少年、離婚、土と生命、そして魔法の宝河。秘密の花園はひどく荒れ果て、生命の気配は乏しいように見えました。そこへマーサの弟であるディコンソワビーがまるでムーアの精霊のように現れます。リスやカラス、キツネの子といった動物たちに囲まれた彼の瞳は澄み切っており、自然そのものと一体化しているかのようでした。ほら、見てごらん。こいつらはみんな生きとるよ。ディコンは土から顔を出した緑の目を指さし、それがクロッカスや水仙、ヒヤシンスだと教えました。彼はメアリーに園芸道具を届け、母スーザン・ソワビーから預かったという花の種も手渡します。スーザンとは以前に縄跳びをメアリーに送ってくれた賢明で心優しい母親でした。二人は硬い土を耕し、雑草を取り除いていきます。ディコンが吹く手作りの基部への素朴な音色が花園に優しい活気を与えました。メアリーは生まれて初めて誰かと共に何かを作り出す喜びに触れたのです。土に触れ、額に汗し、植物の成長を待つ。その実直な日々が彼女のすさんでいた心を少しずつ耕していきました。ディコンは花園の再生を魔法と呼び、メアリーもまたその言葉の響きに強く惹かれていきました。第4章、ヨアの慟哭、コリンとの対峙。閉ざされた部屋の小さな暴君、夜ごとミスルスウェイト層に響く子供のか細い泣き声。その音はメアリーの心を捉えて離しませんでした。ミセス・メドロックは固く口を閉ざしていましたが、メアリーはついに声の主を自力で見つけ出します。豪華な綿のカーテンが下がる支柱ベッドに横たわっていたのは、オジ・アーチボルドの一人息子、コリン・クレイブンでした。彼は生まれつき病弱で、自分の背中にはコブができると思い込み、歩くことさえできず、寝たきりの生活を送っていたのです。君は誰だ？幽霊かい？コリンは非常に高圧的な口調で尋ねました。メアリーがそれに臆せず口答えをすると、彼は意外そうに、君はとても変わった子だね。僕が思っていたのとは全然違うと評します。コリンは激しい癇癪を起こしては召使いたちを困らせていましたが、メアリーは彼と真っ向から対峙し、時にはヒステリーだわと一括して黙らせることもありました。メアリーが語る秘密の花園の存在は、コリンの閉ざされた心にわずかな光を差し込み、やがて彼はその花園を僕も見てみたいと願うようになったのです。第5章、3人の秘密結社とスーザンの知恵。花園はよみがえり、心は結ばれる。メアリーとディコンはコリンを秘密の花園へ連れ出す計画を実行に移しました。車椅子に乗せられたコリンは生まれて初めて館の外の空気に触れ、暖かな太陽の光を浴びます。そして秘密の花園の扉が開かれた瞬間、彼は息を飲みました。そこはメアリーとディコンの手によって少しずつ生命の息吹を取り戻しつつあったのです。若葉が燃え、鳥たちが歌い、春の優しい光がさんさんと降り注いでいました。3人は花園での大切な時間を共有するようになります。ディコンは動物たちを連れてきてコリンに見せ、メアリーは花園の変化を生き生きと語りました。ここは魔法の庭だとコリンは生まれて初めて心からの笑顔を見せます。彼は自分が本当に病気なのか、本当に歩けないのか、次第に疑問を抱き始めました。ディコンの母スーザン・ソワビーは子供たちの花園での活動を温かく見守り、食事や知恵を届けました。そして彼らの魔法への信念をその深い愛情で肯定的に支えたのです。秘密の花園は3人が心を解放し、魂を触れ合わせる聖域となりました。3つの孤独な魂は友情という名の強い絆で結ばれ、共に成長していきます。花園の再生はまさしく彼らの心の再生と深く結びついていたのです。第6章、奇跡の足音。コリンの宣言。魔法は本物だった。秘密の花園は
日ごとにその美しさを増していきました。忘れ去られていたバラのつぼみが膨らみ、色とりどりの花々が競うように咲き誇ります。そしてその魔法はコリンの心と体にも確かな奇跡をもたらしました。ディコンとメアリーの励まし、そして花園の生命力に直接触れることで、コリンは自分は良くなると強く信じ始めたのです。彼らは庭の中で魔法を呼び覚ますための儀式のようなことも行いました。ある日、庭師のベンウェザースタッフがコリンを憐れんで、かわいそうなビッコのこと口にしたことに、コリンは激しく怒りました。僕はビッコじゃない、違うんだと叫び、彼は自らの意志でその足ですっくと立ち上がったのです。メアリーとディコンの支えを受けながら、震える足で力強く一歩を踏み出しました。僕は立てる。歩けるんだ。彼はそう宣言しました。それは彼自身の強い意志と友人たちの信じる心、そして花園の生命力が起こした紛れもない奇跡でした。コリンは花園の中を駆け回り、その顔には健康的な血色が戻り、瞳は自信に満ち溢れていました。咲き誇るバラの花々は彼の魂の解放を祝福しているかのようでした。第7章、父の帰還。愛の芽生え、閉ざされた心の雪解けと未来への希望。ヨーロッパを旅していたアーチボルド・クレイブンは妻リリアスを亡くして以来、深い悲しみと孤独の中に生きていました。しかし旅先の美しい湖畔で彼は夢の中にリリアスの声を聞きました。庭へとその声はささやきます。その声に導かれ、さらにスーザン・ソアビーから届いた手紙にも心を動かされ、彼はミスルスウェイト層への帰還を決意するのでした。館に戻ったアーチボルドはミセス・メドロックからコリンが庭で過ごしていると聞き、かつて妻が深く愛した庭へと足を向けます。壁の向こうから聞こえてくるのは子供たちの楽しげな声。彼が秘密の花園の扉を開けた瞬間、目の前に広がる光景に息を飲みました。そこには見違えるように健康になった息子コリンが満面の笑みで立っていたのです。お父さん、コリンは駆け寄り、父の胸に飛び込みました。父と子の再会は長年のわだかまりが雪解けのように消えていく感動的な瞬間でした。花園は愛と許し、そして再生の調べを静かに奏でていたのです。アーチボルドはメアリーとディコンにも心からの感謝を伝えました。秘密の花園は彼ら全員にとって未来への希望を育むかけがえのない場所となったのです。第8章、永遠の庭。心に灯る希望。生命の歌は続く。秘密の花園で起こった奇跡はミスルスウェイト層全体に温かな光を投げかけました。アーチボルド・クレイブンは息子コリンとの間に失われた時間を取り戻し、父親としての深い愛情を注ぐようになります。メアリーはもはや天の弱な子供ではありません。生き生きとした表情と優しい心を持つ魅力的な少女へと成長しました。ディコンは変わることなく自然の友として花園と子供たちを見守り続けます。そしてスーザン・ソアビーはその賢明さと母性的な温かさで彼らの成長を陰ながら支え、みんなの心の拠り所であり続けました。秘密の花園はもはや秘密ではなく、みんなに開かれた祝福の場所となりました。しかしその花園が3人の子供たちにもたらした魔法の本質は彼らの心の中に永遠に生き続けることでしょう。それは自然の持つ癒しの力、信じる心の強さ、そして友情と愛の温かさでした。春が巡り来るたびに花園が新たな生命で満たされるように、彼らの心にも希望の種がまかれ、未来へと向かって伸びやかに育っていくに違いありません。かつて荒れ果てていた魂の庭は今や色とりどりの花々が咲き誇る永遠の庭となったのです。その美しさと力強さはこれからも多くの人々の心に静かな勇気と慰めを与え続けることでしょう。主章、魂の庭師たちへ。秘密の花園が私たちにそっとささやくこと。フランシス・ホジソン・バーネットが織りなした秘密の花園。この物語は時を超えて私たちの心にある大切な問いを投げかけます。それは
私たち自身の内なる庭園をどのように育んでいるのかという問いです。日々の喧騒や心の重荷は知らず知らずのうちに私たちの心の庭を荒れさせてしまうかもしれません。メアリーやコリンがそうであったように、孤独や不安がその庭への扉を固く閉ざしてしまうこともあるでしょう。しかしこの物語は優しくささやきます。どんなに荒れ果てた庭にも再生の光は必ず差し込むのだと。コマドリの導きのようなほんの小さな気づき、リコンのような純粋な魂との出会い、そして土に触れ生命の息吹を感じようとするささやかな行動が、その扉を開く鍵となることを教えてくれます。物語の魔法とは、自然の持つ偉大な力、信じる心の強さ、そして愛と友情の輝きに他なりません。特にスーザン・ソワビーが見せた深い母性と自然への敬虔な眼差しは、まさにその魔法を育む土壌そのものです。彼女の存在は大いなる自然の母性的な側面を象徴しており、子どもたちの成長を見守るだけでなく、私たち読者にも生命を育むことの尊さを静かに伝えてくれます。現代を生きる私たちもまた自分自身の魂の庭師です。心の庭に目を向け、雑草を抜き、乾いた土を潤し、希望の種をまく。それは時に根気のいる作業かもしれません。けれど手入れされた庭がやがて美しい花を咲かせるように、私たちの心もまた豊かに花開くことができるはずです。秘密の花園があなたの心の中にある忘れられた庭の存在を思い出させ、そっとその扉を開くきっかけとなりますように。そしてそこから得た生命の輝きがあなたの日常を、未来を優しく照らす小さな灯火となることを願って。フランシス・ホジソン・バーネットが託した生命の歌は、今あなたの物語の中で新たな響きを奏で始めるのです。いかがでしたでしょうか。フランシス・ホジソン・バーネットが紡いだ秘密の花園は、読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして優しい物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける心の庭を育むというメッセージは、私たちの道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる秘密の花園とはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような希望の種を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方は、ぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も、大人になった今再読することで、かつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターでは、これからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から、大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。